レストランラリウムのシェフをしております新藤義明です。本日はショコラのフィナンシェをご紹介します。手順としてはとても簡単なんですけども、ポイントが2つありまして、温度を上げながら混ぜていくということと、高温でしっかり焼き上げるということがふっくらとしたフィナンシェを焼くコツになっております。材料を説明させていただきたいと思います。まずですね、アーモンドパウダーですね。こちらは薄力粉とココアパウダーとベーキングパウダー、発酵バターですね。こちらは無塩の発酵バターになります。卵白、そしてグラニュー糖でございます。はい、それでは、ショコラのフィナンシェの生地を作っていきたいと思います。まずですね、こちらの小麦粉を、全部ふるっていきます。この振る理由というのはですね、生地が均等に混ざるようにということですね。これをしないと生地が均等に混ざりにくくなるので、仕上がりも悪くなっていきます。ココアパウダーとベーキングパウダーの方も加えていきます。お菓子作りにおいてはちょっとこの手間がかかってしまうんですけども、この作業をするとしないでは味にすごく雲泥の差が出て、プロの味に近づいていくと思います。こちらもよく混ぜていきます。こちらにグラニュー糖を混ぜます。じゃあもう全部いっぺんに入れてしまって大丈夫です。はい、では、フィナンシェのですね、溶かしバターですね、湯煎で溶かしてください。電子レンジかなんかでラップをして溶かしていただいても大丈夫です。電子レンジだと弱でやった方がいいので、2分から3分ですね、そちらを目安にしていただいてやるとちょうどいいかなと思います。はい、フィナンシェは焦がしバターが多いんですけども、これに関しては溶かしたバターを使います。でこのバターはですね、発酵バターというバターを使ってまして、無塩の発酵バターです。でポイントはこの熱いバターを入れることが後でのポイントになりますので、バターは直前で溶かすようにしてください。これですね、バターが完全に溶けきった状態にします。そうしましたら今度卵白を生地の方に加えていきます。先ほど混ぜたふるった粉類ですね、こちらに卵白を加えていきます。こちらもダマにならないようにちょっとずつ加えていきますね。でこの時ですね、少しずつですけど、卵ですので火が入っちゃうとあれなんですけども、軽く湯煎にかけてあげてですね、温度を少し上げながら混ぜていきます。この油分と粉ですね、こちらが乳化するように少し温度を上げていきます。冷たい状態ですとこの油分と水分というのは結合しにくいので、少し温度を上げてそこにバターを加えていく感じですね。でこのバターも先ほど言ったように熱いバターですね。でこれを加えていきます。もういっぺんに入れてしまうと分離してしまいますので、少しずつ加えていきます。必ずつながっている場所がある状態を作りますね。でバターをちょっとずつ混ぜ合わせていきます。触った時に人肌から4、50度ぐらいまで上げられたらいいかなと思います。この一手間ですごく焼き上がりもふわっと上がりますし、フィナンシェですごく大事な表面が割れる状態ですね、これが作れる一つの要因になります。これにローストしたナッツかなんかを加えてあげても焼く時にですね、美味しいナッツ入りのフィナンシェが出来上がります。これはすごくシンプルな味を楽しむフィナンシェになっております。しっかり完全に全てが混ざり合わさったらもう大丈夫です。油が浮いているような状態ですとか、そういった状態はダメですので、しっかり混ぜてください。はい、こちらで完成です。はい、では先ほどお作りしましたチョコレートのフィナンシェの生地ですね、こちらをこの絞り袋ですね、口金をご用意しまして、こちらを入れてこちらに詰めていきます。こういうポットかなんかがあると一人でも簡単にできます。生地を入れる時も最後もう一回ちゃんと下から混ぜ合わせてあげてください。そうすることによって生地がしっかり安定しますので、焼き上がりに影響します。でこちらをですね、こちらの型ですね、本日はこの大きさの型で
ご用意しております。でこちらのオリーブオイルですね、表面に薄く、もしですねこういったスプレーがない場合はバターを溶かしていただいてハケでこう塗っていただいて、それでもご対応は可能でございます。でこちらの方に生地を流していきます。だいたい8分目ぐらいですね。焼き上がって膨れてきますのでですね、こちらをオーブンに今度は入れていきたいと思います。だいたい5分ぐらい目安として高温で焼くというのが一つのポイントになりますので、240度で5分間お願いします。はい、では焼き上がりましたので型から外していきます。これは熱いうちに外した方が外れやすいので、熱いうちに外していきましょう。こちらで完成になります。